ンツーリスモ5。有名なお三方がタッグを組んで、レギュレーションの枠にとらわれない地上最速のレーシングカーという構想を形にした車両、レッドブルちゃんの X2010。最難関はオールゴールドっていうトロフィー。その中でも一番難しいのが、ベッテルの記録を抜いて、ゴールドタイムを出すのが条件。それでこのチャレンジ、やり始める前まではね、ふーんって感じで、小学生の頃から初代始めて、歴代全部やり込んでるし、特に GT5 プロローグのオンライン対戦なんてマジで勝ちまくり。ベッテル抜くのなんて余裕だろう、なんて高をくくっちょりましたね。それで発売日、夜中の0時にゲオへ直行。時は来た。それだけだ。順調にライセンスやイベントをゴールドにしていって迎えたベッテルチャレンジ。開始早々、ベッテルとマシンの速さに驚愕。ちなみに鈴鹿サーキットの歴代コースレコードは、ベッテルがフェラーリ F1 で2019年に記録した1分27秒064。この X チャレンジは2周走らないといけないんですけど、1周あたり1分5秒。ゲームといえど、世界記録よりもなんと22秒以上速く走らなくちゃいけないんですよ。しかも2周。こんな速い車なんだからゴールドタイムなんて簡単だろう。なんてことは全くなくて、全開で完璧に走り切ってようやくゴールドタイムが見えてくる感じ。しかも鈴鹿だけじゃなくって、ニルとモンツァ、3コース分、そんな感じで、最初軽く絶望したんですけど、練習を重ねて、3コース、ゴールドタイムゲット。次にヤバかったのがね、24時間耐久レース。実際のリアルタイムで24時間丸々走らなきゃいけないんですよ。しかもレースしてる間はセーブができない仕様。レベル40トロフィーに必要なポイントが膨大な量あったから、24時間耐久レースを睡魔と戦いながら何度も繰り返し、そうした苦労もありながら GT5 プラチナトロフィーをようやく獲得したんですよ。狂気の長時間プレイが実を結んで、世界最速プラチナ記録もダッシュ。ネットにも取り上げられたりして、達成感あったね。これが GT シリーズの各種得率。やっぱり GT5 はきつかった。はい、ということで、挑戦機動画、トロフィー中ならおなじみ PSNP、こちらが一時期、廃人になりながら命削って集めたトロフィー一覧。最近は取得率低い難しいトロフィーを狙って集めてますね。それで今回、特に大変だったものを紹介していきたいと思います。それじゃあ早速、行ってみよう。とんでもない時間がかかる MMO 大公開。これマジで長くて苦労した。プラチナトロフィー獲得するだけで軽く1400時間以上。ところが安堵したのもつかの間、容赦ない追加トロフィーが4パック。プラチナ取ってからが本番じゃ。ということで、追加トロフィー獲得作業開始。中でも苦労したのがレベル80トロフィーの3つ。冒険レベル73から始めて、侍を狩り続けてようやくトロフィー獲得。その侍狩り作業、なんと381時間以上。冒険と開示のレベル80達成は作業地獄でしたね。次は交易レベル80トロフィーの作業。1回やるのに3時間かかる南蛮貿易を数十回ひたすら繰り返し、海に出たら出くわす海賊の対人プレイヤー PK に気をつけんといけん。貼られたらごっそりアイテムと金持ってかれる。で、持ち帰った貿易品を売ること数十回。ようやく交易レベル80トロフィーを獲得。トライアルズフュージョン。これやばかったぞ。操作は単純なくせにバチクソむずい。アクセル、ブレーキ、荷重移動。
どれもきっちり決めてこないとクリアは難しいでしょうね。やばいトロフィーはいろいろあったけど、ダントツでやばいのここ。むずいコースをボロいバイクでノーミスクリアが条件。取得率もかなり低いです。このトロフィーを取るために必要なチャレンジは全部で120個。それで今ミスしまくってるこれが最難関のチャレンジ、トップローチ。今までやってきたゲームの中でもこれは一瞬メーター振り切るくらいむずい。1分弱で終わるコースを30時間以上もせんとひたすら練習重ねてバイクの挙動をつかみましたね。よいしょ、ようやくノーミスでクリア。最後のチャレンジで残ったコースがここ。クリアするだけでも難しいこのコースをね、なんと最後は透明バイクでクリアしなくちゃいけないんですよ。500回ミスったらゲームオーバーのところ、なんと499回でギリクリア。やっとトロコン。大爷，这是什么？トロフィー的には嫌な予感しかしないジャンル。やばいのがまずこれ。簡単に言えばアイテムの合成。3種類のアイテムをバンバン作らなきゃいけないんですよ。この練炭っていう消耗品が合成するのに必要なんですけど、課金でもしなきゃ全然足りん。で、かかった総額が10万オーバー。やばいっしょ。ネトゲの世界ならまあ普通ですけど、トロフィー目的でかける金額じゃない。しかも公式覗いてみたらいつの間にかオンラインサービス終了しとったし。次にきつかったのがね、対人戦の争奪。リアルタイムで制限があるし、もちろん談合なんかできない仕様でね、手慣れたガチ勢相手に200勝と5連勝はきつかった。そんな感じで、1000時間以上、10万オーバー、4ヶ月かけてトロコン。地獄のコンボ、トライアル。プラチナから132時間でトロコン。ハードトライアルに関しては、全キャラ25人分、125個のチャレンジがあります。で、最初やってみて、これとにかくコンボ全く繋がらん。何回も繰り返して、タイミングを叩き込むしかない。それで、アケコン持ってなかったんで、パッドで挑戦。ただこれがミスった。ガチャガチャ何回も繰り返してるうちに、指が血まめ皮抜けで終了。パッドでやったのはミスったね。こっちの方も、ほぼ同じようなコンボのトライアルがあります。35人分のチャレンジクリアはやっぱり多くて大変だった。140時間でトロコン。あなたが落としたのは銀のトロフィー？それとも木？プラチナよこせ。はい、ちゃちゃっとまとめていきます。どれもひどい難易度だけど、やっぱりマーベルピンボール。ピンボール台がいくつもあって、何をどうすればトロフィー取れるのかがさっぱりわからん。ピンボールをどこに入れていったらいいかとか条件が結構複雑なんですよね。はい、こちらも鬼。どれ選んでも地獄見ます。右下のデストラックなんて外人が攻略サイトに、このゲームはコントローラーを破壊してしまう可能性がありますとか書いてたんですよね。ほい、ライデン4。これやばい。敵の弾のスピードめちゃめちゃ速いです。力いっぱい鬼畜仕様です。選べる機体は3体。自分は妖精さんが選んでおります。道中もボスも気の休まるところがないですね。一気アップを見逃さずに取ったり、ボスまでの道中に関しては画面端から端へと少しずつ動かすのが弾よけのポイントです。105が壊れてたんでトロコン直取りになっちゃったんですが、休止期間挟んで実に10年かけてのトロコン。めでたし乾杯。さていかるか。このゲームはね、ただ敵を破壊すればいいってもんじゃないんですよ。チェーン数の継続が重要で、出てくる敵の色は白か黒。白色の敵を3体連続で倒してワンチェーン。同様に黒色の敵でも3体連続で倒してワンチェーン。ダメなのは例えば黒、白。
必ず3連続で同じ色を破壊しなくちゃチェーン数が継続できないっちゅうわけ。継続を大量にしないとトロフィーが取れないんですよ。赤上げて、白上げて、白下げないで、赤上げて。やっててまるで気分は旗揚げゲーム。ボス戦が終わった直後に2プレイヤー側を復活させたらポイントが上乗せ。多少楽にはなります。やり始めてから終わるまで2週間。計78時間で旗揚げゲームドラゴン。Braces itself. オンラインレースの大混戦はやばい。モーターストーム2。最難関のトロフィー獲得のためには、レースで結果出して、段階的にランクを上げていく必要があるんですよ。ランク5のレジェンドまで上げたら、トロフィー獲得。ところがですね、レース結果が悪いと、ゲージがみるみる落ちて、下のランクへ落とされちゃうんですよね。極力負けないようにして、少しでも多く勝っていかなきゃならんのですよ。オンラインはレベルも高くて大混戦。発売日すぐに開始してね、結果的には割と早く取り込んできたんで良かったですね。そんなわけで、オンライントロフィーの過酷さっちゅうものをがっつり味わいましたね。トロファー忘年会しませんか？行きます。はい、そんなわけで即決。遠路はるばる忘年会へ向けて出発したんですよ。ほいで、着いて早々、トロファー仲間と挨拶をして、記念写真も撮ったりして、その後は食べ放題のお店へ行ったんですね。もちろん時間制限もあって、いざ食べるぞーとスタートした時に、頼んでもないのに出てきたのが山盛りのポテチ。店員さんにこのポテチは何ですかって聞いたら、これを全部食べるまで注文はできません。とか言われちゃってね、みんな多分食べたくもないであろうポテチの片付け作業開始。急いで食べないと飯を食う時間がなくなるぞーってね。そんなこともありましたが、トロフィーきっかけで集まれたいい交流会でしたね。まあでも幸せなら OK です。次はチャンバラ姉ちゃんとハゲ親父が活躍するアクション。Hardcore Uprising. これはね、一度も死なずにストーリーを全部クリアしろっていう条件ですね。ちなみにセーブはできないです。死んだらはい残念。また一からやり直し。ほいでラスボス倒した後、ここ注意。ヘリ飛び移りの入力が意外とシビアなんですよね。ラスボスまでの道中も即死ポイントとか結構あって大変。いやーほんと心臓に悪いよこれ。ホイマックスペイン。こちらもですね、同じくなんですよ。さっきと同様死んだら一から全部やり直し。道中一切セーブができずにクリアするのに4時間前後死なずにってのがこれまた心臓に悪い。最後だから敵もうじゃうじゃ出てきちゃいます。ハゲ頑張れ、起きろ。トロフィー取得条件として難易度はノーマルでも大丈夫なのがまだ救いですね。で、いよいよラスト。ここ緊張したよね。なんせ4時間かかってますからね。最後しっかり飛行機に当てて完了です。よいしょ、ゴミ箱。このゲームはですね、ゴミ箱から落とさずに詰める。詰めまくればええんよ。もうこれ以上ゴミ箱に入らんやろって言いたくなるくらい次から次へと押し寄せてくるゴミの山。トロコンまでね、時間こそかからなかったんですけど、物理演算の難しさっちゅうかね、これはヘルモードで青箱にゴミを詰め切った人にしかわからん。そんな理不尽ゲーよ。はい、ウルトラレアトロフィーがたくさんお得。これは時間と忍耐試されますね。トロコンまで軽く500時間オーバーはやばい。見逃したら最初からやり直しの宝箱410個、アーツコレクション9人分900個、
セーブできずに何時間も潜るダンジョンとかが結構大変だったわ。そんなこんなで2ヶ月と3週間でどこ？以上、思い出補正かかったりして、順番にはばらつきあったかもね。初期の頃と比べて今じゃ難しいゲームも増えたし、上見たらほんとキリないな。どんなトロフィーを集めるかだって人それぞれで。いやトロフィー、ーって本当にいいもんですね。